皆さんこんにちは、きのみです。私のチャンネルへようこそ。今日はですね、このセレブ風の巻き方を紹介していきたいと思います。もしこの巻き方をどうやってやったか知りたい方は動画の続きを見てください。まずはこのサンシルクのヒートプロテクターをつけていきます。顔にかかった。乾いたら巻いていきます。で、最初に巻く前にちょっと髪をクリップで、半分に分けます。私結構プリン状態がひどくなってきてます。早く染めに行けなきゃいけないんですけど、あんまり最近時間がなくて。はい、で、後ろから真っ二つにこうやって持ってきます。私ブリーチしてから髪の毛がめっちゃ傷んでちぎれてきてるんですけど、だんだん髪の量が、私もともと髪の量がすごい多いんですけど、だんだん少なくなってきてやばいです。よし、こんな感じに分けたら、でこれ結構古いコテなので温度調整ができないので結構厚めになっております。巻いていきたいんですけど、私は巻く時にこのコテを下に向けて外巻きに全部髪を巻いていきます。でこのくらいの、量は適当に取ります。量が太ければ太いほど、束が太ければ太いほど、もっとルースな大きめのカールになって、細ければ細いほどすっごいタイトな細いカールになります。下に向けて外にくるんくるんって巻いていきます。でこの最後の部分、一番細い部分が結構持つのに大変なので、本当にやけどに気をつけてください。で離したらこんな感じに綺麗に巻けます。でそれをどんどんやっていきます。またコテを下向きに持って髪をコテの上に置いて、でぐるんぐるんぐるんって巻いて、ここだけ本当に気をつけてください。で離します。くるんくるんってやって、で後ろの方根元まで行くのが難しいので、一旦巻いたらコテをもう上にくるんってやったらもっと根元の方まで行けます。ちょっと今の見えにくかったと思うので、また違う部分で見せます。よいしょ。こんな感じで巻いていきます。で、私の左側も、コテを下に持ってきて、髪をコテの前に持って外巻きにします。でさっき言ってたのが、このもし根っこまでカールが欲しかったら、このコテを巻いた後にくるーんって自分の方に持っていきます。でたまに下まで熱すぎて途中で、例えばここくらいまでしか持ちたくないなっていう方は、離した後にコテを持って下の部分だけクランプで挟んでくるんってやれば、あんまりコテまで近く持たなくてもこうやって巻けます。全然クランプをこうやって使って全部巻いていいんですけど、挟んだままこうやってくるくるくるって巻いてもいいんですけど、私なんかこの綺麗な縦巻きは一番一番その綺麗な形になるようにするのには、これを下に持ってやった方がその形が好きなので、いつもこうやってやってます。でまた2つに持ってきて上を一気にしちゃいます。ほんと髪の量が減ったので、前だったら多分3回に分けてしなきゃいけなかったと思うんですけど、最近は全然2回分けでできます。でここも同じように下向きでくるんくるんくるんって持って、で私はここはぐるんぐるんぐるんって上まで巻いた後に上まで巻きます。
で離します。でこことかたまにミスる部分もさっき言ったようにクランプで挟んで外に巻きます。私の説明大丈夫ですかね？分かりにくかったらすいません。よいしょ。でこことかもまたあんまなんか変に綺麗に外に行ききれてないので、ここをクランプしてよいしょ、下だけこうやって巻きます。でコテに置いてる時間は12344秒くらいで離します。まあコテの厚さにもよるんですけど、だいたい45秒で離します私は。で結構この巻き方に慣れるのが最初の方大変だったんですけど、一回慣れちゃえばコツをつかめばすごい簡単なので、やけどだけには注意しながらやってください。上の方はもっと細いセクションを9本取ってます。髪の量が結構思ったより上の方多かったので細めに部分を取ってます。で顔周りもよいしょ。でこっちもまた同じように下に向けてぐるん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 。なぜかわかんないけどこっちの方が根元からやって下に巻いていってます。上からやっていくと下が本当に緩くなっちゃうのでまた下だけこうやって巻くかでももしこのくらいが緩かったらまたこうやって私は巻いてます。ほんのただここだけが変にまっすぐな時はクランプを使ってくるんってやってます。やっぱ髪の量、日本人とかって特に髪の量が多いの、私もすごい髪の量がもともと多いんですけど、そう髪の量が多いと思うので多分3、4回に分けてやった方が綺麗にできると思います。がもし少なめのあんまり分けたくないな、めんどくさいなっていう方は取る量を少なめにした方が綺麗に巻けます。で後ろの方もこうやってやってで根元にこうやってギュッて後ろに巻きます。よし、こんな感じでで全部一旦巻いてから今からほぐしていきます。最初にほぐしちゃうとそのカールのキープする状態がすぐに緩くなっちゃうので、まだ熱が冷めてない状態でほぐしちゃうと緩くなっちゃうので、全部一回巻いてからほぐしていきます。でほぐすのに普通私オイル使ってるんですけど、ヘアオイルでもなんか今回はこの新しいリクイッドグロス、なんか髪のグロス、多分オイル普通のオイルかな、何が違うんだろう。まあこれを新しく買ったので、ブランドはProfessional Sebastian、 見えるかな。これを使っていきます。手にポンプで取ってはい、こんな感じです。ほぐしたら前髪は適当にこうやってキュルってなるようにスタイリングします。結構私今こっちだけがペタンコになってて、こっちがなんかいい感じにボリュームが根元にあるのでこのローラーを使ってボリュームを根元だけにつけたいと思います。よいしょ。でもしもっとボリューミーな感じでここからボリュームが欲しいっていう方は巻く時にもっと上から巻いてもいいし、もしくは全部やった後にもうぐしゃ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 ってヘアスプレーを入れてこうやって
ヘアスプレーを入れる前にぐしゃぐしゃぐしゃってやって、もう頭をこうやってやって、でヘアスプレーをカーって入れたら結構こうやってナチュラルにボリュームが出るので、こうやってボリューミーにボリュームを足していってください。はい、これで動画の終わりになります。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。もしこの動画をエンジョイしたという方はぜひ LIKE の方と、もしまだチャンネル登録してない方はよければチャンネル登録の方もお願いします。また次回会うのを楽しみにしてます。バイ。